あと、1時間は持たないかもしれません。そう告げられた瞬間、まるで足元の床が崩れ落ちるような感覚に襲われた。急を要する状態だということは一目で分かったが、現場の空気は絶望的なほど重たい。スタッフたちはみんなどうすればいいのかを懸命に模索していた。こんな高難易度なオペなど無謀だ。誰ができるって言うんだ。苛立ちと焦燥が入り混じった声が廊下に響き渡る。確かに通常の技術や経験だけでは対応しきれない手術かもしれない。失敗すればたった一つの尊い命が途絶えてしまう。その重圧に誰もが気をされていた。それでも俺の中には彼女を救いたいという強い思いがあった。体が震え、視線が揺らぐ。しかし意を決して振り返り、俺は言った。俺がやります。やらせてください。一瞬、周囲の動きが止まり、息を飲むような沈黙が広がる。だが、すぐに一人の医者が冷ややかな目を向けてきた。お前にできるのか？ここを逃げ出した弱虫じゃないか。確かに、俺には後ろめたい過去がある。けれど、もう二度と自分をごまかすわけにはいかない。たとえ嘲笑されようが、その言葉を受け止めた上で前に進むしかないのだ。今、目の前で消えかけている命を放っておけない。過去の失敗があるからこそ、今度こそ最後まで諦めずに戦わなければ。そう心に誓った。すべてが終わるまで、俺はこの手を離すつもりはない。そして、この決断が俺の人生を大きく変えることになるのだった。俺の名前は桜井俊。今は都会の片隅で家庭教師のバイトをしながら生活をつないでいる。お金に余裕があるわけでもないし、特別な資格があるわけでもない。けれど、俺なりにやりくりして毎日を過ごしている。家庭教師の仕事は前職の事務をしていたおばちゃんの紹介だ。知り合いの娘さんが受験前で困ってるからよかったら。といった口利きで。都会の家庭って言うと敷居が高そうだけど、想像していたよりずっと温かい家族で、俺もすぐに打ち解けられたんだ。最初に出会ったのは、俺が受け持つことになった高校生の女の子。名前は牧野すず。彼女はもうすぐ大学受験が迫っているっていうのに、いろいろ悩んでるらしい。学力はそこそこあるけど、問題の解き方にムラがあったり、受験の情報収集もまだ甘かったりと、これから詰め込むことが多そうだった。だけど、どこか一生懸命さを隠したがるタイプというか、思春期らしい照れがあるというか、素直じゃないって言ってしまえば、それまでなんだけど、それらも含めて、いかにも高校生って感じで微笑ましかった。そんな、鈴の家に通い始めて数日後、俺は、ある人物に出会った。鈴の姉、牧野七海さん。俺より1歳か2歳年上くらいだろうか。初めて顔を合わせた瞬間、正直驚いた。少し儚げな雰囲気をまとった美人な女性だった。パッと見は誰もが惹かれる綺麗な人なのに、どこか顔色が優れないというか、疲れを隠しているように見えた。その日のことはよく覚えている。昼過ぎに鈴の家へ行くと、家の応接間に七海さんが座っていたんだ。彼女は何やら分厚い資料を広げてパソコンへと向かっていたけど、目を伏せると一瞬、肩を押さえていたのが見えた。慌ててごまかすように、こんにちは、と微笑んだけれど、鼻先がほんの少し白く見えた。俺はテーブルに教材を置くなり、七海さんの、はいこれ、と差し出す声に振り返った。そこには手のひら大ほどのクッキーがいくつも並んでいて、ふんわりと甘い香りが漂っている。ほんの少し息苦しそうなのを隠すように、彼女は軽く笑みを浮かべていった。実は今朝、ちょっと気晴らしに焼いたんです。よかったら味見してもらっていいですか？一見何でもなさそうに見えるが、先ほどから時折、彼女の唇が少しだけ青白くなっているのがわかる。だからこそ、大丈夫かなと心配になる。けれど、彼女はまるで、それを悟られないように明るく振る舞い、どうぞどうぞ、熱いうちに召し上がれ、と、クッキーを促すのだ。じゃあ、お言葉に甘えて、一枚手に取ってかじってみると、生地の端がサクッと崩れ、中からバターの風味が鼻をくすぐる。甘すぎず、ほんのり塩気がアクセントになっていて、素直にうまい。これめちゃくちゃ美味しいです。お店で売ってるやつみたいですね。よかった。すずもこのクッキーが大好きなんです。
勉強で疲れる時に少し甘いものがあるといいかなって思って。そこへ、早速妹のすずがやってきた。テーブルの横に立つなり、半ば呆れ顔で姉を見下ろす。姉ちゃん、またクッキー作ってたの？自分だって課題が溜まって大変なんだから、少しは休めばいいのに。大丈夫だよ。ちょっと気分転換したかっただけだから。すずは、そんな姉を少し気遣うように目を伏せるが、すぐに、あ、そうだと、俺の方へ振り返った。ねえ先生、どうせなら、お姉ちゃんの課題も手伝ってあげてよ。私より姉ちゃんの方が大量にレポート残してるんだよね。大学行けてない分、在宅でやること山積みっていうか、そういうすずの声には、どこか申し訳なさと、苛立ちが入り混じっていた。在宅で、俺が問い返すと、すずは小さくため息をついてから説明を始める。姉ちゃん、一応大学に通ってるんだけど、体が優れないから、あんまり授業に出られないの。だから、家でレポートとか課題をまとめて片付けるしかなくて、すごい量が溜まっちゃうんだよね。姉ちゃん自身も頑張ってるんだけど、どうしても追いつかなくなるみたい。ちらりと姉の方を見やると、ななみさんは気まずそうに視線をそらした。明るく振る舞おうとしていたけれど、さっきまで笑っていた口元が少し引き締まっているのがわかる。そっか、大変なんですね。じゃあ、空いた時間で手伝えるところはお手伝いしますよ。俺がそう言うと、ななみさんは戸惑いながらも恐縮そうに頭を下げた。すみません、本当に。大学のことは自分でやらなきゃって分かってるんですけど、体調によっては一日中寝込んでしまうこともあって、クッキーはお礼にと思って焼いたのに、こんなお願いするなんてずうずうしいかもしれないですね。いえいえ、そんな。こちらこそごちそうになりました。すずさんの勉強を見てる合間にも時間はありますから。そう返すと、ななみさんはふっと表情を和らげた。そして少し安心したように控えめな笑みを浮かべて、ありがとうございます、とつぶやく。その笑顔を見た瞬間、俺の胸にはまた一つ、彼女を手助けしたいと思う気持ちが強く芽生えていた。ななみさんは少し戸惑いながら、ノートパソコンと分厚い資料を取り出してきた。そこには、学会報告のような専門的な単語が並んでいる。うわぁ、これ普通は1週間コースだよ。姉ちゃん、さすがに大量すぎない？すずが隣から資料を覗き込んで驚く。いや、課題が積もりに積もっちゃって、どうしようかと思ってたところだったんだよね。じゃあ、今ちょうどいい機会ですね。少しまとめ方を教えますよ。あと、翻訳ツールの使いどころとか。そう言って、俺は手元のノートを広げて、英文の難所を一つずつかいつまんでいく。ななみさんとすずが次第に目を丸くしていくのがわかる。すごいですね。こんな風に順番に解読していくんだ。ななみさんが素直に簡単の声を漏らすと、隣で資料を覗き込んでいたすずが目を丸くする。先生、どうしてそんなに頭がいいの？っていうか、そんなに頭いいんだったら、なんで家庭教師なんかしてるの？もっとすごい会社で働いててもおかしくないじゃん。すずにそう言われて、俺は思わず苦笑してしまう。いや、確かにバイトの身分でやっている理由を聞かれるのは当然かもしれないけれど、そこを突かれると少し複雑な気分だ。いろいろあってね。一応社会に出て働いてはいたんだけど、なんていうかな。理想と現実のギャップっていうのかな。そういうのにちょっと疲れちゃったんだよ。でも先生みたいに説明上手くても、頭もいいんだったら、本当にもったいないよ。じゃあさ、私がすごい大学に受かって、さらに就職でも大きな会社に入って偉くなって、先生がすごい人だっていうのを周りに証明してあげるよ。言い放つと、すずはニヤッと笑ってみせる。続けて、そしたら先生を雇ってあげるから。と、まるで子供の頃に交わす秘密の約束のような口調で言うものだから、思わず吹き出しそうになった。それは楽しみだな。じゃあ、その日が来るまで俺も腕を磨いておかないとね。冗談めかしてそう返すと、すずは、絶対だよ。と、唇を引き結んでうなずいた。その横顔は、わかりやすくやる気に満ちていて、なんだか俺まで元気をもらえたような気がする。それからというもの、すずの勉強を見ている合間で時間が空けば、俺はななみさんの方にも手を貸すようになった。もともと苦手だという英語の資料や論文のまとめを中心に翻訳ツールの使い方を教えたり、
レポートの骨組みをどう作れば効率がいいか、などを一緒に考えたり、最初は、そんなに手伝ってもらうのは悪いです。なんて遠慮していたけれど、彼女も次第に素直に頼ってくれるようになっていった。ただ、一月がかりだったのは、彼女の体調が本当に良くならないままなのではないか、ということだ。レポート作成の作業中も、ふと集中を切らした時に、肩で息をしていたり、胸を押さえるような仕草をするのを、俺は見逃さなかった。気づかれないようにこっそり深呼吸を繰り返している姿を見ると、やっぱり無理をしているんだな、と胸が苦しくなる。ある日の夕方、家族はちょうど買い出しか何かで留守にしていて、俺は鈴の勉強が一段落した後、七海さんのレポートを手伝っていた。英字の文献をいくつか参照し、それをまとめる作業で少し手こずっていたようだ。ここの記述は文献 A と B で真逆の結論が出てますけど、どうまとめます？単純に両方の見解を並べておけばいいわけじゃないですよね。ノートパソコンに向かう俺を横目に、七海さんは少し苦笑しながら指をこめかみに当てる。そうなんです。教授によってはいろんな意見をただ羅列するだけだと自分の意見がないって評価を下げるって聞いて、かといって私にその専門的な知識があるわけでもないから、どっちか一方に肩入れするのは危険だし。なるほど。でも同じテーマでも多角的に分析するのは大事ですよ。きちんと比較した上で、七海さんが注目したいポイントを強調してあげるとか、結論というよりは問題定義とか今後の研究課題として示す形にするとか。あ、なるほど。そういうまとめ方もありなんですね。彼女はパッと目を見開いてすぐにキーボードに向かった。作業がまた進み出したようで、俺もほっと胸をなで下ろす。それでもこうやって集中するときこそ危ない。彼女は自分の体調を後回しにしてしまうからだ。ちょっと一区切りつきましたし、一息入れませんか？水分補給しながら軽くストレッチすると頭もすっきりしますよ。え？そうですね。確かに少し休もうかな。俺が声をかけると、七海さんは小さくうなずいてからはにかむように微笑んだ。作業の手を止めて伸びをすると、思ったより肩が凝っていたのか、軽く苦笑いを漏らしている。ありがとうございます。桜井さん、気を使ってくださってるの分かってますよ。私どうしても集中すると周りが見えなくなるから。彼女は申し訳なさそうに肩をすぼめながら、机の上のファイルをそっと閉じる。そして、そっと視線を落としたまま、まるで何かを決心するかのように口を開く。私がこんな風に体調を崩しやすい理由って聞きました。いえ、鈴さんから姉が体が弱くてあまり大学に行けないくらいしか。そう答えると、彼女は少しだけ苦笑いを浮かべる。さらに、グラスの水を一口飲んでから静かに続けた。実は昔、川で溺れた事故があって、それが原因で心臓と肺に後遺症が残ってるんです。小さい頃、親に止められていたのに、興味本位で川辺まで行っちゃって、そのまま流されて救助はされたけれど。そう語る表情には深い後悔の色が見て取れた。言葉を区切るたびに当時の記憶が蘇るのか、声がかすかに震えている。家族が心配してくれるのはわかるけど、原因が私の好奇心だっただけに、どうしても自分のせいでこうなったって気持ちが拭えなくて、本当は大丈夫だなんて強がるべきじゃないのに、家族にこれ以上迷惑かけたくないって思うと、つい無理をしてしまうんです。自分のせいで周囲に心配や迷惑をかけているという思い。彼女の声からはそれが痛いほど伝わってきた。俺は無意識に手を握りしめ、何か言葉をかけずにはいられなくなる。過去は変えられないですよ。気がつけば静かな声が自分の口から出ていた。いくら悔やんでもあの時に戻れるわけじゃない。でも少なくともこうして生きていてくれることが家族にとって一番の幸せじゃないかな。もしあの事故で、もしあのまま流されていたら。切なそうに目を伏せたまま七海さんは先を言い当てる。俺は強い気持ちを込めて首を振った。そうです。もしそんなことになっていたら今以上に家族は苦しんだでしょう。あなたを救えなかった自分を責める日々が続いたはずです。だからこそあなたが生きているということ自体がきっと
何よりも大切なんですよ。彼女の表情が崩れそうになるのを見て、俺の胸も締め付けられる。気安く慰めているわけじゃない。けれど、これだけは本音だった。すると、七海さんはぐっと唇を噛み、ほんの少し潤んだ瞳のまま、小さく笑った。ありがとう。桜井さんにそう言われると、不思議と楽になる気がします。家族には心配をかけたくないから、こういう気持ちをなかなか伝えられなくて。でも、こうやって誰かに話せるだけでも、少し違うんですね。いつでも言ってくださいね。俺は、ただの家庭教師かもしれないけど、少なくとも、七海さんの話を聞くくらいの余裕はありますから。そう言いながら微笑むと、彼女も少し照れたように顔をうつむかせ、ありがとうございます。と声を落とす。それからしばらくして、彼女はストレッチを終えて席に戻ると、俺の顔を見ながら、もう少しだけ、レポートを進めましょうか。と申し出た。何度か深呼吸をして息を整え、やっぱり、急ぎでまとめなきゃいけないところもあるから、とやる気を見せる。でも、無理はしないでくださいね。しんどくなったらすぐ言うこと。こればかりは約束してください。はい、わかってます。なんだか先生みたい。彼女は少し照れくさそうに笑いながらそう言って、まるでいたずらっ子みたいに俺を見上げた。心なしか、その笑みはさっきまでより柔らかい。先生ですから。そう返すと、自然と目が合って、同時にどちらからともなく笑みがこぼれた。声を立てて笑うわけではないけれど、言葉にならない安心感みたいなものが、俺たちの間を満たしていった。ある日のこと、いつものように、鈴の勉強を見に、牧野家へ足を運ぶと、玄関から一歩入った瞬間、甘い香りに包まれた。バターとチョコと何かフルーツのような香りが入り混じっていて、思わず鼻をクンクンさせてしまう。いい匂いだな。クッキーとかケーキとか、いろいろ作ってあるのかな。そうつぶやきながらリビングへ向かうと、見慣れたテーブルの上に、ずらりとお菓子が並んでいた。クッキーだけでも何種類あるんだろう。チョコチップにココア味、プレーン生地にアーモンドスライス、さらに小ぶりのカップケーキまで。あ、桜井さん、お疲れ様です。ちょうどキッチンから七海さんが顔を出す。エプロンをつけて小麦粉がついた指先をタオルで拭いている姿はなんだか家庭的で、あの儚げだった表情からは想像もつかないほど元気そうだ。これどうしたんですか？すごい量ですね。ちょっと作りすぎちゃって。実は大学の課題が教授からすごく褒められたんですよ。それに加えてたまたま調子がいい日に大学へ行ったら、みんながあのレポート書いた人だよねって話しかけてくれて、ちゃんと友達もできました。七海さんは顔を紅潮させながら嬉しそうに報告してくれる。ほんの少し前まで大学に行くのさえ大変そうだった彼女が、こうして楽しい顔を見せてくれるなんて、俺は思わず目を細めてしまう。それは良かったですね。努力の成果が認められたわけだ。はい。今までどうしても体が弱いからって引け目を感じてたんですけど、いざ行ってみたら、そんなの気にしないよ。一緒に頑張ろうって言ってくれる人たちがいて、そう思ったら、なんだか生きてることがすごく幸せに感じたんです。それで、体調のいいのを言い訳に、ちょっと張り切ってお菓子を作りすぎちゃいました。鈴と桜井さんに食べてもらおうと思って。そう言うと、彼女は照れくさそうに笑いながらトレイを持ち上げる。その表情は、かつての陰りが嘘のように明るい。嬉しさが外見にも滲み出ているのがわかる。そうだったんですね。いや、いっぱい喜んで食べさせてもらいますよ。鈴さんの分もちゃんと残ってるかな。大丈夫です。あっちの缶に山ほど。と、その時、勢いよくドアが開き、バタバタと足音を鳴らして鈴が登場する。ねえ先生、これほとんど私が食べるから。どんだけ食いしん坊なんだよ。いいじゃん別に。っていうかお姉ちゃん、最近本当に調子良さそうだね。大学でも友達できたとか、珍しく楽しそうに喋ってたから、何かなぁと思ってたら、なるほどね。鈴はニヤニヤしながら姉の方を伺う。まるで何かを企んでいるかのようだ。七海さんもそれに気づき、少しだけうろたえた様子。だって、桜井さんがいろいろ手伝ってくれたおかげでレポートもうまくまとまったし、運動のタイミングとか休憩の取り方とかも教えてもらったから体調管理もしやすくなって本当に感謝してるの。そして
まっすぐに俺の目を見て言う。ありがとうございます。桜井さんのおかげです。もし、あのまま一人で抱え込んでいたら、今頃は何も変わってなかったと思います。その瞳は純粋な感謝で満たされていて、まるで少し前まで悩み、苦しんでいた人とは思えないほど澄んでいる。彼女がこうして前を向けるようになったのは、もちろん七海さん自身の努力が一番大きい。けれど、少しだけでも力になれていたのなら、俺にとっても喜ばしいことだ。いえ、七海さんが頑張った結果ですよ。俺はちょっとしたアドバイスをしただけで、全然。いやいや、先生、そのちょっとしたアドバイスが本物だからこそ、姉ちゃんが変われたんだってば。鈴がちゃちゃを入れるように口を挟んできた。続けて、っていうか姉ちゃん、あんまり先生に惚れないでよね。先生は将来、私の部下になるんだから。なんて、まるで独り言のようにつぶやくから、七海さんは顔をあからめてあたふたする。ちょっと鈴、そんなこと言ってません。冗談。いやでも先生、ちゃんと覚えててよ。私が偉くなったら、先生を雇ってあげるって約束してるから。鈴はウィンクをしてみせる。こんな冗談めいた言い方をしても、本気で叶えるために努力するのが彼女だ。俺はその光景が微笑ましくて、思わず小さく笑ってしまう。了解。じゃあ、俺もまだまだ修行しとかないとね。俺がそう返すと、鈴は満足げにうなずきながら、並んだお菓子を片っ端から物色し始めた。それじゃ早速、このクッキーからいただきます。あ、こっちにはチョコチップもある。姉ちゃんどれも美味しそうじゃん。テーブルに所狭しと並んだクッキーやカップケーキを囲んで、俺たちはワイワイと盛り上がっていた。甘い香りと賑やかな声が混ざり合う中、ふと七海さんがこちらの様子をちらりと見て、そっと席を立った。空になった皿をキッチンへ運ぶというので、俺も自然と手伝うため後を追う。皿をシンクに重ねてから、洗おうと蛇口をひねると、七海さんが小さく声をかけてきた。桜井さん、わざわざありがとうございます。鈴が食べる量もすごいから、お皿どんどん増えちゃって。いえ、どのみち俺も手伝いますから、七海さんは休んでてくださいよ。そう返して、水を出したところで、彼女が囁くように言った。生きてるって、こんなに幸せなんですね。こんな風に家族や桜井さん、大切な人たちと笑い合えるだけで、本当に幸せを感じられるようになりました。昔は、家族に迷惑ばかりかけてると思って、罪悪感の方が強かったんです。でも今は、私が生きていることで、誰かが喜んでくれるんだって思えるんです。俺は返す言葉を飲み込む。こんなにも大きな進歩を遂げた彼女に、軽々しく何を言えるというのか。ただ、胸が熱くなって、洗い物用のスポンジを握りしめたまま、動けなくなる。ごめんなさい。桜井さんにはいろいろと助けてもらってばかりで。彼女は少しだけ顔を上げて恥ずかしそうに笑った。いや、そんなことないですよ。七海さんが自分で一歩踏み出してきたんです。俺はちょっと背中を押しただけで。それでもありがとう。もう一度そうつぶやいてから、七海さんは身を翻してリビングへ戻っていく。俺は皿を洗いながら彼女の後ろ姿を見つめた。あの日から、七海さんの笑顔を支えられたら、そんな思いを抱きながらの日々が続いていた。ほんの少し前までは、彼女の顔に浮かぶ儚げな影が気になって仕方なかったのに、今では彼女の笑顔こそが俺の心を明るくしてくれる。日常の小さな変化がここまで人を変えるなんて、正直自分でも驚いていた。だけど、人生はいつだって予想のつかない出来事が起こるものだ。それはある日の夕方、いつものように鈴の勉強を見に行くため、牧野家の玄関を開けた瞬間だった。出迎えに来るはずの鈴の姿が見えない。いつもなら、先生、今日は遅かったね。なんて言いながら顔を出してくるのに、妙に静まり返っている。少し胸騒ぎを覚えながら奥へと進むと、リビングのドアが開け放たれていた。どうやら人の気配はあるようだ。やや緊張しながら足を踏み入れると、そこには蒼白な顔をした鈴が立ち尽くし、その向こうで七海さんが倒れているのが目に飛び込んできた。七海さん！慌てて駆け寄ると、彼女はソファーの前に崩れ落ちるように倒れ、息も荒く胸を押さえていた。唇は紫色に近く、冷や汗で前髪が張り付いている。先生、お姉ちゃんが急に。震える声で鈴が言いかけるが、
状況は一目瞭然だった。彼女の呼吸は危険なほど浅く、まるで体に酸素が回っていないかのような様子だ。脈を確認しようと手首に触れると、嫌なほど早く脈打っていて、リズムも乱れている。救急車は？もう呼んでる。父さんたちも今、急いで戻ってくるって。わかった。じゃあ落ち着いて。すずさん、枕とタオルを持ってきてもらえる？少し体を横向きにして、呼吸を確保したい。俺はかつて培った知識を総動員しながら、できる限り的確に、七海さんの体を支える。意識が途切れそうになる彼女の肩を優しく叩き、声をかけ続けた。ここで慌てると悪化させる恐れがある。何より今はすぐに医療機関で適切な処置を受けないと危ない。桜井さん。か細い声で、俺の名前を呼ぶ七海さんの目が、まるで一生懸命に何かを訴えているように見える。大丈夫。絶対助ける。そう、心の中で誓った。そうこうしているうちに、サイレンの音が近づいて、救急隊が牧野家の前へ到着した。玄関先で待機していた隊員たちが、リビングへ駆け込み、七海さんの状態を確認する。呼吸は浅く、胸を押さえて苦しそうにあえいでいて、脈も乱れている。これは、専門的な処置が必要ですね。すぐ搬送します。隊員がそう言うと、鈴が、私が一緒に乗っていきます。と即答した。父や母にも連絡を取っているようだが、まだ到着までは時間がかかるらしい。どうやら、まずは鈴が付き添い、救急車に同乗していくことになった。救急隊員が迷うような顔を見せたとき、思わず俺は前に出た。この辺りなら、もともと、多少なりとも病院事情を知っている。なんて話すのははばかられるが、専門的な外科チームが必要であることはわかる。もし可能なら、桜大学病院に連絡を取ってください。心臓や肺の難しい症例を扱う専門チームがあって、対応が早いです。そう早口に告げると、隊員が、わかりました。問い合わせてみましょう。と、通信機器を使い始めた。大丈夫、鈴さん。きっと助かるから。俺もすぐ追いかける。俺は、鈴と視線を交わし、力強くうなずいた。彼女も震える声で、うん、と返事をする。救急隊員と共に、七海さんを乗せたストレッチャーが車内へ収められ、鈴も同乗してドアが閉まる。サイレンの音が再び鳴り響き、救急車が発進した。サイレンの音が遠ざかっていくのを尻目に、俺は飛び出すように道路へ出た。空車のタクシーがちょうど通りかかったのが幸いだった。手を大きく振って止めると、運転手が怪げそうな顔をしながらも、急ブレーキをかける。すみません。急いで桜大学病院まで行ってください。ドアが開くや否や、俺は助手席へ滑り込むように乗り込んだ。運転手は驚きの表情を浮かべつつも、緊迫した空気を感じ取ったのか、すぐにアクセルを踏む。タクシーが走り出すと同時に、心臓がまた、ドクドクと音を立てているのがわかる。先ほどの、七海さんの苦しそうな姿。青ざめた顔と、一生懸命に彼女の手を握る、鈴の震える声が、何度も頭の中でフラッシュバックする。どうか間に合ってくれ。タクシーを降りると同時に、俺は桜大学病院の緊急外来入り口へ駆け込んだ。自動ドアが開くと、すぐに鈴がこちらに気づいて駆け寄ってくる。目には不安の色がありありと浮かんでいた。先生、よかった。すぐ来てくれて。お姉ちゃんさっき、検査室に運ばれたけど、お医者さんが、直ちにオペが必要だって。わかった。俺が話を聞いてくる。鈴さんは、ここで少し落ち着いて。そう言って、まだ震える鈴の肩を軽く叩き、俺は受付から案内された通路を奥へと進んでいった。院内は、独特の消毒の匂いが立ち込めていて、肌寒いほど静かな冷気が張り詰めている。検査室を抜けた先の小さな待合スペースに、白衣を着た医者が一人立っていた。彼は、俺の顔を見て、最初に軽く驚いたような表情を浮かべる。あなたはまさか桜井先生じゃないですか？ええ、久しぶりです。彼女の容体はどうなんですか？再会を驚くよりも先に、俺が切迫した声で尋ねると、その医者は苦々しい表情のまま首を振った。危険な状態です。心臓と肺、両方に大きな負担がかかっていて、早急に手術が必要だと判断しました。ですが、かなり高度なオペになります。成功率は正直高いとは言えません。でもこのまま何もしなければもって1時間が限界です。
その言葉を聞いただけで胸がざわつく。七海さんの病状は想像以上に深刻だ。だけど、だからこそ、今すぐ手術を行わなければ手遅れになるだろう。俺にやらせてください。俺なら、1時間もかけずに救ってみせます。口をついて出た言葉に医者が目を見開く。そしてすぐに顔をほころばせ、安堵したように息を漏らした。あなたが、それは心強い。実は我々も、そこまで難度の高いオペができる医師を今すぐ呼び出せるかどうかという問題がありまして、正直、かつての桜井先生なら、そこまで言いかけたとき、廊下の奥から声が響いた。誰かと思えば、桜井じゃないか。振り返ると、白衣に腕を組んだ人物が、にやりと口角を上げている。かつての大学病院に在籍していた頃、散々俺を嫌味で煽ってきた教授、御堂昇。あの頃と全く変わらない嫌な笑みを浮かべながら、こちらに近づいてくる。ずいぶん久しぶりだな。桜井、どの面下げて戻ってきたんだ？嫌味な声には、かつてと同じ傲慢さが滲んでいる。だが、今はそんな因縁に構っている余裕はない。胸の奥で込み上げる悔しさをぐっと押し殺し、俺は頭を下げた。御堂教授、お願いがあります。どうか、彼女を救うための手術をやらせてください。それだけ言うと、御堂は鼻先で笑うように口元を歪め、あざけるような目つきで答えた。は？お前が勝手にここを去ったんだろう。それを今更戻ってきて嫉妬をさせろなんて、ずいぶん虫がいい話じゃないか。その横には、取り巻きの医師たちも立っていて、彼らもまた、懐かしそうに、そして見下すように俺を眺めている。周囲の視線が冷たいのはわかる。それでも、今は七海さんを救うためなら、どんな屈辱も耐えてみせる覚悟だった。お願いします。彼女を救いたい。どうか、俺に嫉妬させてください。はあ、勝手にやめたくせに、今更病院の設備を使わせろとでも言うのか。自分勝手も大概にしろ。教授は、あからさまに嘲笑いながら言葉を続ける。お前が辞めた後、うちはただでさえ人手不足だったのに、グループ内で不穏な噂が立つわ。ほんと迷惑してたんだよ。今更のこのこ戻ってきて、手術をやらせてくださいなんて、厚かましくないか？目の前がカッと熱くなるような屈辱感。しかし、ここで怒りをぶつけても何の意味もない。俺は奥歯を噛み、七海さんの姿を思い浮かべる。彼女の苦しそうな息遣いと、泣きそうな鈴の顔を思い出すだけで、下手なプライドなどどうでもよくなる。そうかもしれない。それでも助けたいんです。彼女の命をどうしても救いたいんですよ。綺麗事。まあいい。そこまで言うなら条件を出してやるよ。教授が薄笑いを浮かべたのを見て、俺の背筋が寒くなる。きっと、ろくでもない話に違いないが、背を向ける余裕はない。成功したら、お前はまたうちの病院に戻って、今度こそ俺の言うことに従うんだ。わかるな？もう勝手にやめることは許さない。そしてこのオペ、失敗したらどうなるか、想像はつくよな。責任は全部お前一人が負え、病院は一切関知しない。案の定、理不尽極まりない条件。それでも、俺は迷わず答えた。わかりました。受けます。その代わり、早急にオペの準備を。教授は、俺の返事を確認して、薄暗い笑みを深める。そこへ、遠巻きに見ていた鈴が、上ずった声を上げた。先生ってお医者さんだったの？驚きと動揺が混ざった表情で、こちらを見つめる鈴。今まで、俺が医者であることは明かしてこなかったから、当然だろう。でも、今は説明している時間がない。ごめん、鈴さん。詳しい話は後。とにかく、七海さんを助けるために、どうしても俺が嫉妬するしかないんだ。うん。鈴はまだ混乱している様子だったが、俺の決意を感じ取ってくれたのか、黙って唇を噛んだまま、うなずいた。よし、じゃあ手術室を準備させよう。看護師たちに指示を出せ。桜井、しっかりやれよ。失敗は許されないからな。教授が、半ば投げやりにそう言い捨てて、廊下を去っていく。俺は手短に消毒準備や、術式の確認を、スタッフたちと話し合いながら、胸の奥で強く思う。屈辱だろうが何だろうが構わない。七海さんを救うためなら、どんな条件だって受け入れてやる。この手で、必ず彼女を生かしてみせる。そう心に誓いながら、
手術室へ向かうための白衣に袖を通した。手術室の扉が閉まると同時に、俺は深く息を吐いた。気がつけば、心臓が高鳴って、手のひらがじっとりと汗ばんでいる。かつて馴染んだはずの手術着の感触がひどく遠いもののように感じた。しかし、今は迷っている暇などない。七海さんを救う。それだけを胸に刻み、視線を上げると、スタッフたちとすれ違いざまに最低限の打ち合わせを交わした。患者はすでに鎮静に入っています。呼吸と循環の管理は私たちが補佐しますから、執刀に集中してください。ありがとう。早速だけど、血圧と心拍の動向をこまめに報告してくれ。最初の取り掛かりで遅れるわけにはいかないんだ。素早く器具の配置を確認しながら、俺はかつて医局にいた頃の記憶を総動員し、術式のシミュレーションを頭の中で反復する。医師を辞めてから時間は経っているが、命を扱う責任感は決して錆びついてはいなかった。始めます。自分自身に言い聞かせるようにそうつぶやき、メスを握った。必ず助ける。どんなに困難でも、この手で命をつないでみせる。メスが皮膚を開いた瞬間、周囲の空気が凍りつくような、張り詰めた静寂が訪れる。看護師が無駄のない動きで器具を渡してくれ、麻酔科医が患者のバイタルを読み上げる。モニターには心拍数や血圧が刻一刻と表示され、その数字の一つ一つが七海さんの生きる力を示すかのようだった。手術は長い戦いだった。心臓と肺、どちらもダメージが大きく、しかも昔の事故による後遺症が複雑に絡んでいる。少しでも判断を誤れば、一気に容体が急変して、命を落としかねない。どこで、どう止血をして、どう補強するか。いくつもの選択肢を瞬時に検討しながら、成功への筋道を探り続ける。途中、脈拍が激しく乱れかけ、看護師が声を荒げた。血圧下がってきています、先生。落ち着いて、大丈夫。まだ対処できる。酸素投与をもう少し強化して、深呼吸、心臓と肺を同時にケアする術式は確かに極めて高度だ。だが、俺は大学病院に勤務していた頃、御堂教授にしごかれながらも同僚たちと切磋琢磨してきた。あの時は、こんな理不尽な現場やってられるか、と投げ出したくなる夜も多かったが、身についた知識と技術だけは裏切らない。次、監視。ここを少し持ち上げて、視野を確保してくれ。了解です。看護師が声を張り上げて、的確にサポートする。何度も修羅場をくぐったその手つきは頼もしく、俺は動揺を振り払って集中を続ける。頼む、持ちこたえてくれ。まだ息絶えるには早すぎる。激しく脈打つ心音が伝わってくる。まるで目の前で一生懸命に生きようとしている七海さんの声を直接感じ取っているかのようだった。そして、それからどれほどの時間が経ったのだろう。長い長い戦いの末、最後の処置を終え、俺は大きく息を吐き出した。終わった。みんなお疲れ様。モニターに表示された心拍数は安定し、血圧や酸素濃度も持ち直している。まだ予断は許さないが、命はつなぎ止められた。看護師や助手たちが一斉に安堵のため息をつき、すごいと拍手が湧き起こりそうになるのをこらえるように静かに息を飲み込む。患者を ICU に移送しよう。術後管理が重要だ。よろしく頼む。落ち着いた声を出しながらも、心臓は未だ大きく脈打っている。手袋を外す手がかすかに震えていた。間に合った。そう思った瞬間、溢れるような安堵感が全身を駆け巡り、俺は込み上げる感情を一生懸命にこらえた。手術後、しばらくして ICU の窓越しに七海さんの寝顔を確認すると、ほっと胸をなで下ろした。機械のサポートを受けながらも確かな鼓動を刻んでいる。これから先、しばらくは入念なリハビリが必要だろうが、少なくとも助かった。そう言える状況までこぎつけることができた。ICU の前で待っていた鈴が、俺を見つけるなり、飛びつくように駆け寄ってくる。先生、本当によかった。彼女は涙をこらえきれず、子供のようにしゃくり上げながら俺の腕をつかむ。大丈夫。七海さんは助かったよ。まだしばらく安静にしておく必要はあるけど、手術は成功したから。ありがとう。鈴は言葉にならない声で何度も感謝を繰り返す。その姿を見ていると、俺も目頭が熱くなりそうだった。しかし、感動に浸っている暇はなかった。桜井。
背後から冷ややかな声が聞こえる。振り返ると、御堂教授が腕を組み、険しい顔つきでこちらを睨んでいた。まさか、手術を成功させるとはな。だが、これで終わりじゃないぞ。お前はうちの病院に戻るって条件を飲んだはずだろう。御堂教授の冷たい瞳からは、紛れもない勝利感がにじみ出ている。まるで、有能な駒を取り戻した、とでも言わんばかりの口調に、俺は奥歯を噛んだ。確かに、かつての俺は御堂教授に、オペの腕だけは一人前と評価されていた。それは事実だ。だけど、その裏には数えきれないほどの理不尽さを味わわされてきた。教授は、難易度の高い手術やリスクの大きいケースを次々と俺に回してきた。もし万が一失敗したら、その責任は全て俺が負う。だが、うまくいった時には、教授自らオペの手柄を横取りし、自分の名声を高める材料にしていた。周囲のスタッフたちもみんなそれに気づいてはいたものの、彼の権力の下では声を上げることもできず、黙って従うしかなかった。もちろん、命を救うことは俺にとって譲れない使命だ。どんな困難なオペでも患者のために全力を尽くすことに一瞬の迷いもなかった。けれど、教授のやり方は次第に俺の心を蝕んでいった。患者を救うために尽力すればするほど、それは教授の実績として扱われ、俺自身には次の難症例を任せるぞというさらなる圧力がのしかかる。しかも、教授の方針に少しでも疑問を示せば、容赦なく罵倒される。そんな日々に耐えかねた俺は、病院を去ることを選んだ。あのままでは、患者の命を守るどころか、自分自身が壊れてしまう。そんな危機感すら覚えていた。だからこそ、医者としての情熱を失いかけたまま、一度は全てを捨ててしまったのだ。しかし今、この男はその過去をなかったことにするかのような顔で、やすやすと俺を拾ってやる、などと言っている。悔しさと怒りが胸を焼くようだが、今は歯を食いしばり、何よりも大事な七海さんを救うために彼の条件を飲むしかなかった。責任を持って、お前には再び医局で働いてもらう。いいな。あれだけ優秀な腕を持ちながら逃げ出したお前を、わざわざこの俺が拾ってやるんだ。ありがたく思え。今度は俺の言うことに逆らうなよ。御堂教授は優越感に満ちた視線をこちらに突き刺す。あの頃と変わらない傲慢な態度に吐き気すら覚えそうになるが、俺は奥歯を噛み締めて黙っていた。七海さんの命のことを考えれば、どんな屈辱も耐えられる。今はそう自分を言い聞かせるしかなかった。鈴が横でむっと眉をつり上げ、何か言い返そうとした瞬間、御堂先生、少しお話が。低く落ち着いた声が廊下に響く。振り向くと、院長が厳粛な面持ちで立っていた。かつて、俺がここで研修医をしていた頃からお世話になっていた人物だ。おや、院長、ちょうどいいところに、桜井が戻ることになったんです。ご報告がてら、早速医局に手続きを。いいえ、御堂先生。先にこちらの書類をご覧になってください。院長が持ってきたファイルを開くと、そこには何やらいくつもの署名や証言書のようなものが束になっていた。御堂教授がパラパラとめくるうちに、みるみるうちに顔色が変わっていくのがわかる。これは、先日から不正請求や患者への不誠実な対応があるという噂が絶えず、我々も内定していました。その結果、御堂先生が研究費の一部を私的流用していた疑惑が浮上しています。しかも、看護師やコメディカルからの苦情も多く、パワハラの証拠がいくつも上がってきた。院長の小姉は淡々としているが、その内容は明らかに致命的だった。周囲のスタッフがざわめき、御堂教授は目を向いて言葉を失う。何を言ってるんです？証拠なんて。ここにある通りですよ。複数の医師や看護師が署名している。正直、これまで上層部も黙認していた部分はありますが、もう限界でしょう。しかも今回、桜井くんが救急対応したおかげで、院内の士気が上がったんです。みんなが口を揃えて、桜井先生が戻ってきてくれればと、淡々とした口調に隠された厳しさが、静かに御堂教授を追い詰めていく。やがて教授は、真っ青な顔で、しどろもどろになりながら、ファイルをバサッと閉じた。そんな、ふざけるな。俺がどれだけ病院を支えてきたと思ってる。そうこうしているうちに、病院の奥から、医師や看護師、それに事務スタッフらしき人たちが、次々と集まってくる。緊急時でもないのに、
まるでこの場を取り囲むようにして、続々と白衣の姿が増えていく様は無言の圧力そのものだった。御堂教授は嫌な予感がしたのか、振り返りざまに声を荒げる。なんだお前たち。ちれ、こんなところでうろうろしてる暇があったら仕事に戻れ。鋭い叱責に看護師たちは一瞬たじろいだように見えたが、誰一人としてその場を離れようとしない。むしろ視線は固い意志を宿したまま、じっと教授を見据えていた。どういうことだお前たち、私の指示を聞けないのか。まさか桜井の肩を持つなんて言わないだろうな。お前たちにここまでしてやったのに忘れやがって。もはや取り繕う余裕もなく、焦りと怒りが入り混じった声が廊下に響き渡る。だが集まってきた医師や看護師は堅くなに黙ったままだ。その沈黙こそが教授の居場所を奪っていく。と、その時、やや後ろに控えていた中堅クラスの看護師が一歩前へ出た。彼女は唇を強く結んでいたが、意を決したように視線を上げる。私たちはもう見過ごせないんです。ずっと教授のやり方に疑問を感じても口にできませんでした。けれど、院内のあちこちで不正が蔓延して、患者さんへの対応もごまかしが続いている。そろそろ限界なんです。続けて、後ろに控えていた別の看護師や若い医師たちも一斉に口を開く。教授にはお世話になった面もあります。ですが、このままでは患者さんを守れません。先輩たちが声を上げられないなら、私たちがやらなければいけないと思いました。その声が次から次へと重なり、廊下に広がっていく。そんな光景を見つめながら、俺は言葉をなくしていた。これが、まさにみんなの総意だ。こいつら、俺がどれだけ病院を支えてきたか知らないのか？桜井お前もだ。手術を成功させたのは大した腕かもしれんが、いい気になって。悔しそうに唇を歪める教授を前に、俺は鈴の肩からそっと手を外し、一歩踏み出す。周囲の視線を背中に感じながら、静かに口を開いた。御堂教授、あなたの功績を否定するつもりはありません。ですが、今ここにいるみんなが自分たちの声で意思表示をしているんです。これが病院の総意ですよ。教授は血走った目で周囲をぐるりと見回した。だが、誰一人として視線をそらさなかった。かつてのように権威と威圧感で抑え込まれていたスタッフたちが、こうして一丸となっている。その事実だけで、御堂教授の強権的な支配は形骸化したも同然だった。ふざけるな！こんな裏切り認めるわけには。言葉とは裏腹に、その声はどこか上ずり、苛立ちと焦燥を隠せていない。院長が冷ややかな口調で、では、院長室へ行きましょうか。と重ねて促すと、教授は完全に打ちのめされたように肩を落とす。取り巻きだった医師たちも、やがて表情を曇らせながら、教授の後ろをついていく。その光景を、看護師や医師たちの一団が遠巻きに見送る。もう誰も、表立って声を上げる必要はなかった。沈黙のままでも、はっきりと示されている。この病院に、あの横暴を許す空気はもうない。先生！鈴が、隣でぽつりと声を漏らした。その瞳には、混乱と安堵が交錯しているように見える。大丈夫か？と尋ねると、彼女はこくりとうなずき、もう一度、教授たちの去っていく背中を眺めた。そして一言、こっちが、本来の正しい姿だったんだろうね。と、ぽつりとつぶやいた。うなずく間もなく、廊下の空気がわずかに動く。集まっていたスタッフたちが、これからもよろしくお願いします、桜井先生。とか、手術本当にお疲れ様でした。と、一人、また一人と、俺に声をかけてくる。俺はその度に短く、ありがとうと返しながら、胸の奥に温かいものが広がっていくのを感じた。もう逃げない。自分が過去に捨ててしまった場所を、こんな風に取り戻す日が来るなんて。そう思うと、自然と背筋が伸びた。そして、かすかに震える鈴の肩に再び手をやり、そっと励ますように力を込める。さあ、落ち着いたら、七海さんのところへ行こう。目を覚ましたら、きっと鈴さんの顔が一番見たいだろうから。うん、そうだね。鈴はゆっくりと息をつき、後ろに残るスタッフたちへ小さく頭を下げた後、俺の隣を歩き出した。廊下の奥、ICU へと続く扉の向こうに、今は何より守りたい存在が待っている。俺はそのことを噛み締めながら、
鈴と一緒に足早に歩を進めた。それから数日後、驚異の回復力を見せた七海さんは ICU から一般病棟に移り、その後の経過も順調だった。手術直後こそ混濁していた意識も今では鮮明で、まだ胸に痛みは残るものの、まるで息がしやすくなったみたいと笑顔で言ってくれる日が増えてきた。御堂教授の横暴が院長の手によって明るみに出てからというもの。病院の空気は一変した。研究費の私的流用やパワハラ疑惑は決定的となり、教授は正式に調査を受けるため姿を消した。院内では医師も看護師もこれを機に新しい体制を作ろうと士気を高め合っている。そんな中、院長から俺に正式な復帰依頼が届いた。桜井くん、今回のオペは見事だった。君はやはりうちの病院にとって貴重な人材だよ。そう言われた時、俺の胸は熱くなった。かつては嫌気がさして飛び出した場所なのに、今また迎え入れようとしてくれる。その思いは本当にありがたく嬉しい。けれど、俺の中には一つだけ譲れない条件があった。ありがとうございます。ただ、まだ大学受験を控えている子をきちんと見届けたいんです。僕が家庭教師として受け持っている生徒がいまして、その子の合格と、もう一人、手術をした患者さんの様子をある程度見守って、日常を取り戻すまでサポートしたい。勝手な願いかもしれませんが、もうしばらくは非常勤という形で働かせてもらえませんか。院長は意外そうに眉を上げてから柔らかな笑みを浮かべてうなずいてくれた。わかった。もともと人手不足だから、ぜひとも常勤で戻って欲しかったが、患者と向き合う君の姿勢は、ここにいる誰もが認めている。そこまで熱意があるなら、非常勤でも構わないよ。いずれ、落ち着いたら正式に戻ってきてくれればいい。そう言ってくれたのだ。こうして俺は、家庭教師と非常勤の外科医の二足のわらじを履いて、もう少しだけ牧野家に関わり続けることになった。何より俺自身が、その生活に、後ろめたさではなく、充実を見出している。七海さんのリハビリにも心配は尽きないし、鈴の大学受験もこれからが正念場だ。俺にできることなら、とことんサポートしたいと思うのだ。退院後、七海さんは自宅で静養を続けながら、少しずつ大学の課題を再開していた。体力を考慮して、休学期間を活用しつつ、無理のない範囲で勉強を進めている。それでも、前よりずっと顔色が良く、笑う回数も増えた気がする。一方の鈴は、相変わらず受験勉強に勤しみ、俺が訪れると、先生教えて教えてと目を輝かせてくる。大変だけれど、頑張る姿を間近で見るのは、やはり嬉しい。そんなある日のこと。俺は病院に非常勤として出勤し、業務を終えてロビーに向かうと、見慣れたジムのおばちゃん、かつて、俺に家庭教師の口を紹介してくれた女性とばったり会った。いやー、桜井先生、聞いたわよ。御堂教授の件で一役買ったって。で、外科医として復帰したんですって。おばあちゃん、久しぶり。元気そうだね。そりゃ元気よ。あんたの方こそ、すっかり立派なお医者さんになったね。あんたが桜村の片田舎から出てきた時は、まだ右も左もわからない研修医さんだったのにさ。時が経つのは早いもんだね。その言葉に、俺は苦笑しながら頭をかいた。懐かしい呼び方。村出身の若造と揶揄されたのも、今となっては遠い昔の話だ。あの頃は、確かに右も左もわからなくて、ずいぶんお世話になりましたよ。病院内の手続きとかも、全部おばちゃんに助けられてばっかりで、おばちゃんと昔話を楽しそうに続けていると、ふと背後から密かな足音が近づいてきた。振り向くと、そこには七海の姿があった。検査の予約を取ろうと来院していたらしい。桜村、先生、桜村のご出身なんですか？思わぬところで話を聞かれた俺は、少し気恥ずかしさを覚えながらうなずく。まあ、そうなんだ。ちょっと前まであまり人に言わなかったけど、田舎者だってバレると、あれかなと思って。すると七海さんは、いえ、そんな、と首を振り、何かを思い出したかのように目を伏せる。祖父の家も、桜村の隣町なんです。正確には境目くらいの集落で、子供の頃、川が流れてる場所があって、あそこが好きだったんです。でも、あの時、私そこで溺れて大きな事故に。その言葉に、おばちゃんがえっと目を丸くする。俺も心臓が
ドキリと跳ねるのを感じた。ちょっと待って。まさか、先生が昔、川で溺れた子を助けたって話をちらっと聞いたことあるけど、それって。おばちゃんが半ば冗談のように問いかける。けれど、その瞬間、ななみさんの目が大きく見開かれた。先生、もしかして、その助けた子って、私だったんじゃないでしょうか。あの時、中学生ぐらいの男の子に引き上げられて、心臓マッサージを受けて、なんとか一命を取り留めたって、後から大人に聞いたんです。だけど、助けてくれた方は救急車が来る前にどこかへ行ってしまったって。だから私は、ずっとお礼も言えずにいたんです。ななみさんの瞳がかすかに潤み、今にも涙がこぼれそうになる。一方で俺はというと、もう否定も言い逃れもできなかった。牧野家に家庭教師で通ううち、なんとなくもしやとは感じていたが、このタイミングで直接ぶつけられるとは思っていなかった。それは多分俺だよ。まだガキだったから、とにかく一生懸命に引き上げて、心臓マッサージしたんだけど、本当にちゃんと助かってるのか不安で、後から怖くなって逃げるようにその場を離れたんだ。名前も聞かずにごめん。頭を下げる俺を前に、ななみさんは言葉を失う。おばちゃんが、大げさに驚いているのも耳に入らないほど、ななみさんはじっと俺を見つめていた。しばらくすると、ポロリと涙を落としながら、まるで安心したように笑う。そう、やっぱり先生だったんだ。私、ずっと恩人に会いたいと思ってたんです。どんな方かもわからないのに、夢の中では何度もお礼を言って、でも、現実では出会えなくて、だから、まさか二度も同じ人に命を救ってもらうなんて、本当に、こんな奇跡ってあるんですね。二度も。という言葉に、俺の胸はぎゅっと締め付けられる。あの時と、今回の心臓と肺の手術。偶然とはいえ、俺とななみさんは、命のやりとりで再び繋がってしまったのだ。本当にありがとう、先生。小さい頃からずっと生きていられるのはあの人のおかげって思ってたけど、今こうして面と向かってお礼を言えるなんて。そう言って涙ぐむ彼女を前に、俺はどうしても目を合わせられなかった。あの時、もし俺が怖くなって途中で逃げたりせず、最後まで的確な処置ができていれば、彼女はこんな大きな後遺症を抱えずに済んだかもしれない。その負い目がずっと俺の中でくすぶり続けていた。だからこそ、今回の手術で絶対に助けたいと思ったし、医者を志すきっかけにもなった。でもまさか、家庭教師のバイト先で再会するなんて思いもしなかったんだ。本当は言うつもりなんてなかったんだ。あの時のことを思い出すたびに、自分の未熟さばかり責めてしまって、あの日、救急車が来る前に逃げるようにその場を去ったのは、正直、怖かったからなんだ。もし助けられなかったらって不安で、そのまま何も言えずに、それなのにこうして再会してみたら、さらに君が後遺症で苦しんでるって聞いて、俺のせいでこんな思いをさせてるんじゃないかって、後悔で頭がいっぱいになった。下を向いたまま、唇を噛む俺を見つめていたななみさんが、そっと近づいてくる。そして、両手で俺の方に触れ、優しく顔を上げさせた。先生、顔を上げてください。そんな風に自分を責めないで。あの時助けてもらえなかったら、私はここにいません。今こうして家族と笑い合えるのも、もう一度手を伸ばしてくれた先生のおかげです。後遺症は辛いけど、だからといって先生に罪があるなんて思ったことは一度もありません。まっすぐな瞳が俺の罪悪感を溶かすように揺らめく。その姿を見たらどうしようもなく胸が詰まって言葉にならないものがこみ上げてきた。ごめん。そしてありがとう。君がそう言ってくれるだけで俺は救われるよ。医者としても人としても君に会えてまた命を救わせてもらえて本当によかった。ななみさんが恥ずかしそうに手を引くと俺はつい反射的にその手を取ってしまった。けれど彼女は振りほどくどころかそーっと握り返してくれる。不意のことに俺もななみさんも一瞬言葉を失った。だけど温かな指先が重なり合うとさっきまでの気恥ずかしさはどこかへ消えて胸の奥に優しいぬくもりが広がる。お互いがかすかに笑みを交わしたその時。なんだい二人とも盛り上がっちゃってるね。ここは病院の廊下よ。不意に背後からおばちゃんの声が響いた。
振り向けば、ニヤニヤとこちらを見つめる彼女の姿。途端に彼女の顔がぽっと赤く染まり、俺も耳のあたりが熱くなるのを感じた。おばあちゃん、見ないふりしてくれていいのに。へへへ、悪いわね。だけどいいもの見ちゃったわ。まあ若いって素晴らしいわよ。続きはお二人さんでご勝手にどうぞ。ちゃちゃを入れたおばちゃんが去ると、俺たちは顔を見合わせて思わず吹き出す。そうして改めて離れそうになった手を、今度は互いにしっかりと握りしめた。あれから月日が流れ、春を迎えた。鈴は見事、第一志望の大学に合格した。合格発表の日、電話越しに喜びを爆発させる鈴の声を聞いて、俺も思わずガッツポーズを取ってしまった。やったな。鈴さんおめでとう。これで将来の社長への道も一歩前進だな。でしょう？先生、ちゃんと私に雇われる準備しといてよね。医者やってる場合じゃないよ。鈴は冗談めかしてそう言うが、その声には確かな自信が宿っていた。教える側としても、これ以上ないほどに嬉しい瞬間だ。一方の七海さんは、大学の課題をこなしながら、少しずつ体力を取り戻し、今では以前よりも胸が楽になった気がする、と笑ってくれるようになった。手術の成功とリハビリの成果で、彼女の未来にも明るい光が差し始めている。何より、俺たちは恋人同士になった。と言っても、まだ周囲にはあまり大っぴらにしていない。それでも、たまに二人きりになると、お互いぎこちなく照れつつも、幸せをかみしめる時間が増えていた。過去は変えられない。でも、未来なら一緒に作っていける。これは、俺と七海さんが同時に口にした言葉でもある。川で溺れた彼女を中学生の俺が救ったあの日から、後遺症に苦しんだ時間や、一度は医者の道から逃げた自分、そのすべてを抱えながら、俺たちは二度と手を離さないと決めたのだ。これから先、何が起こるかわからない。七海さんの病状だって、まだ経過観察が続くし、俺の医者としての道も、ようやく踏み出したばかりだ。だけど、そうやって不安や葛藤を共有し合えるのなら、二人で一歩ずつ乗り越えていけるんじゃないか。自然と、そんな思いが胸に湧いてくる。一歩、また一歩、もう逃げることはしない。大切な人たちと一緒に未来を築いていくのだから。